おはようございます。現在時刻は朝の4時45分です。まあ、場所はお分かりの通り、大阪駅です。今日は初めての旅行動画ということで、タイトルにある通り、1年で2日しか営業しない駅に行きたいと思います。まずは5時ちょうど発の西明石行きに乗りたいと思います。始発電車は日中時間帯、快速や新快速が発着する5番線乗り場なんですよね。ちなみに中の人が朝、大阪駅の交番に落とし物を届けたのですが、5人のおまわりさんにくるっと囲まれて怖い目に遭いました。それはいいとして、大阪駅を定刻通り発車しました。車内は10人ほどのお客さんしか乗っていませんでしたが、三宮駅に近づくにつれて、お客さんが増えてきました。住吉駅で席が埋まり、三宮到着時には50人ほど乗車していました。その後は徐々に減るも、明石に近づくにつれ、またお客さんが増えてきました。この映像は須磨あたりを走行している時のものです。定刻通りに西明石に着いたので乗り換えたいと思います。対面での乗り換えでした。6番線の普通、姫路行きに乗車します。時間があったので、駅の外に出てきました。西明石駅は特殊な構造をしていて、在来線ホームから改札口まで長い通路があります。サクッと飛ばしましたが、姫路に着きました。またも対面での乗り換え。7番線の普通三原行きに乗ります。定刻通りに発車、上郡までは通学時間帯ということもあり、中高生が多く乗っていました。姫路を出ると徐々に緑豊かになっていき、上郡を過ぎると一気に田園風景が広がります。はい、岡山に着きました。1番線の到着、ここで乗り換えます。ご想像の通り、高松行き、快速マリンライナー13号に乗ります。8番線からの発車、8時40分発です。岡山からは、だいたい毎時10分と40分に快速マリンライナーが発車しています。ちょっと寄り道するために、茶屋町駅で下車しました。茶屋町駅は2面3線になっています。駅前はこんな感じ。宇野行きが来るまで少し待ちます。ちなみに、改札前にはふるさとベンチがあります。ということで、宇野行きが来ました。サクッと飛ばしましたが、宇野駅に着きました。奥に見えると思うのですが、昔はここから高松まで連絡線が出ていて、四国の玄関口だったんですよね。駅は一面二線です。はい、茶屋町まで戻ってきました。瀬戸大橋を渡って、いよいよ対馬の宮駅に行きたいと思います。快速マリンライナーで瀬戸大橋を渡っています。四国新幹線っていつできるんですかね。坂出駅に着きました。ここで乗り換えます。改札口を出たのですが、風鈴が鳴っていました。ちょうど、乃木坂46と JR 四国のコラボ企画が行われていました。12時30分発の三ポート南風リレー号、観音寺行きに乗りたいと思います。まもなく3番乗り場に下り列車が参ります。危ないですから、黄色い線、点字ブロックまでお進みください。The train is arriving soon. For your safety, please stand behind the yellow line.
津島の宮駅に着きました。踏切を渡って反対側に来ました。なんだ？この駅は？隣接する津島神社の夏季大祭に合わせて年に2日だけ営業するこの駅は、1915年5月7日に仮駅として開業し、今年で開業して110年が経ちました。津島神社は瀬戸内海に浮かぶ島にあり、夏季大祭の2日間の間だけ島へ渡る橋が架けられます。対岸から見るとこんな感じ。この駅は年に2日しか営業しないため、ナンバリングされておらず、しかも駅の作りも相当雑になっています。まず、駅舎がこんな感じ。IC カードで下車できません。IC カードで来てしまったら、下車は諦めましょう。そして、切符売り場も超簡易的です。現金しか使えません。駅舎を裏から見ると、こんな感じです。津島神社は子供の神様を祀っています。一応私は成人していますが、きちんと参拝してきました。ちなみに、橋の通行料は大人500円です。時間がなかったので、次の列車で堺で高松方面に戻りました。はい、高松に戻ってきました。この後、うどんを食べ、快速マリンライナーで岡山の方に帰りました。うどんの写真を撮るのを忘れてました。この日、初めて気づいたのですが、ことでんの駅前にイルカがいました。ことでんのマスコットキャラクターはイルカで、そのことは知っていましたが、まさかイルカが駅前にいるとは。ということで、今回は2日しか営業しない、津島の宮駅に行ってきました。なかなか行く機会がなかったので、今年は行けてよかったです。この動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。まもなく2番線に大阪梅田行き急行が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。